AI でドローン国家資格の模擬試験問題を作ってみた。チャット GPT O3、O4& ジェミニ2.5 Pro、そしてディープリサーチいっぺんにやります編は、通称教則ですね。が、第3版から第4版に切り替わりました。今までの AI モデルと全く同じプロンプトで模擬試験を作ってみることで、文章の構成能力であったり、計算式の構築であったり、総合的な力を定量的に測ろうと。高映像をリアルタイム配信。これ新しいですね。どうしたチャット GPT。ということで、こんばんは、ギレコムです。いつもの通りですね、シリーズもので、最新の AI モデルを使って、ドローンの学科試験ですね、の試験問題を作っていきたいと思います。この動画は2つ目的がありまして、1つは、まず、これからですね、ドローン、無人航空機操縦士学科試験を受けようとされている方々のためにですね、模擬試験を作ることで、試験勉強に役立てていただこうというのが1点ですね。もう一つは、最新の AI モデルを今までの AI モデルと全く同じプロンプトで模擬試験を作ってみることで、文章の構成能力であったり、計算式の構築であったり、総合的な力を定量的に測ろうという2つの狙いがあります。一応ですね、無人航空機操縦士の学科試験のサイトですね、お見せしておくと、画面切り替えますね。私、右に行った方がいいか。はい。これ、国土交通省の無人航空機操縦者技能証明等のページになります。で、資格制度の説明の下の方にですね、ちょっと画面拡大しましょうか。はい。下の方に、無人航空機の飛行の安全に関する教則第4版という PDF のリンク先がありまして、最近になってですね、この4月17日ですから、今日これ撮影してるのは4月19日なんですけれども、ちょうど2日前にですね、無人航空機の操縦士学科試験のちょうど2日前にですね、学科試験の元になっている、この通称教則ですね、が、第3版から第4版に切り替わりました。4版自体はかなり前からここにリリースされていたんですけれども、学科試験の切り替えは2日前ということで、今までになかったリスク管理等の分野が新しく増えています。AI にやらせるのは、この教則の PDF ですね。これ実際リンク先クリックしてみますと、こういう教則があります。章立てとして操縦者の役割と責任から始まって、航空法全般であったり、システムであったり、操縦者及び運航体制であったり、で、ここが新しく増えたリスク管理ですね。こういったいろいろな章からなる、この教則を教科書として、まんべんなくいろんなチャプターから出題されるというのが学科試験です。はい。で、今までの AI モデルで模擬試験を作成してみた結果がこちら。ということで、実にですね、何個あんのこれ。27個ぐらい。今日試そうとしているのがだいたい10パターンですかね。になっています。横軸にあるのは、各試験の観点ですね。形式が実際の学科試験に沿った正しいものになっているかどうか。正しい設問っていうのは、問題としてロジカルに設問と答えがきちんと対応しているか。リアルな設問っていうのは、実際の学科試験にいかにもありそうなリアリティの高い設問かどうか。そして、引っ掛け設問ですね。必ず悩ませる選択肢が2つ出てくるようにできているので、それが入っているかどうか、指示通りに入っているか、そして最新情報は教則第4版になって盛り込まれたリスク管理等が入っているかですね。以上の観点から重み付けをしつつ合計したらこうなるよって話ですね。最高得点を取っているのは、実は皆さん聞いたことがないかもしれないんですけど、ジェンスパークミックスチャーオブエージェンツ。そして次に続くのが2つあって、
チャット GPT の O1 ですね。ここは順当かなと。そして、パープレクシティ AI のディープリサーチサービスですね。この辺が10点というふうに続きます。そして、今回試そうとしている AI モデルは過去1週間、2週間ぐらいかなの間にリリースされたばかりの AI モデルたちになります。チャット GPT の O3 と O4 mini、O4 mini High ですね。と、あとですね、Google の Gemini 2.5フラッシュ、2.5 Pro と2.5 Pro with Deep Research と、以上合計で、10パターンですね、となります。それでは早速やっていきたいと思います。はい、それでは早速、チャット GPT O3 から試していきたいと思います。チャット GPT O3 はですね、O1 に代わってリリースされた推論可能なエンジンの一つになりますと。もうここのリストを見ると O1 いなくなっちゃってですね、すでにもう上位互換のものが出たよっていうので消え失せています。で、こいつにですね、これから質問していくんですけれども、チャット GPT の O3 に関しては2通りのやり方を試しました。一つは、まずこれがプロンプトですね。詳細は、今まで説明した通りなんで省略します。そして、まず、この検索ボタンを押すと、実際に Web に見に行って、過去の模擬試験問題であったり、まずそれ以前に国土交通省の、試験要領ですね。詳細が書いてあるところをいろいろ探しに行ったりしてくれるであろうっていうことが期待されます。一方で、O3 の、制約条件としては、この検索ボタンを押しちゃうと、先ほど見ていただいた教則の PDF の添付ができなくなるんですね。もちろん、ウェブで見に行くこともできますが、添付がこのようにできなくなっちゃいます。もう一個のやり方としては、検索ボタンを押さないでアップロードする方ですね。これがですね、ダウンロードしてきた教則第4版の PDF になりまして、こうやって添付して、添付できました。これで推論してくれってやるわけですね。それではまず検索ボタンを押してみた方からやってみましょう。こっちの方がね、外のネットに見に行ってくれて、最新の問題に近いものが出せるんじゃないのかなっていう期待が込められています。それではドン。思考中。勉強中ですね。まず、一等無人航空機操縦士の試験科目を学ぶ必要があります。こんなノリでですね、検索しに行って、実際の試験問題を作ってくれます。このように、ずっと何を考えて試験問題を作ったのかっていう全体の方針ですよね。は、ここに載っています。こんな感じでね。で、O3 の新しい、特徴としては AI エージェント的な動きをするようになったと。意味は必要に応じて外にウェブに探しに行ったり、場合によってはこうやって計算式をですね、これはなんか Python のコードとして内部的にやってんのかな、計算したりと。いろんな手段を駆使して試験問題を作ってくれるということですね。単一の O3 っていう LLM だけに頼っていないっていうことだと思います。はい。実際にできてきた問題がこんな感じでですね、1問目がカテゴリー3飛行に関するもの、2番目が計算問題、3番目がリスク管理といった具合ですね。で、1問目、無人航空機に関する規制法令ということで、カテゴリー3飛行の、定義が分かってないと解けない問題なんですが、正解は A としていますと。結局第三者上空を飛行するっていうのがまず大きなところですね。で、立ち入り管理措置を講じない飛行ということです。夜間、そうですね、補助者を置かず、そうですし、夜間かどうかっていうのと、目視外かどうかっていうのは、必ずしも結局限定変更のありなしに関わるので、それは本質じゃないとして、
消去法で言えば A になります。で、この出題でしたら、さっきの採点基準で言うと、ロジカルに正しいですし、リアルな実際にありそうな試験問題でもありますということで。ただ、あれですね。そもそもの形式、試験問題の形式が A、B、C、D、4択になっちゃってるので、ここはアウトっていうことですね。次はね、これ今までの AI モデルでももう頻繁に何回も起きてるんですけど、バッテリーの容量計算ですね。これがどうもいろんな AI モデルが、出すのが楽なのか出したがるんですけど、そもそもバッテリーの残量計算ってナンセンスなんで出てこないですね。平均消費電力 240W。こういう問題は出ないと思いますね。実際にその減り方が直線的に減るとも限りませんし、実際のフライトするときの天候であったり風速であったりとかにもよりますので、バッテリー残量の計算は出ないはずです。なので、ここはロジカルに正しいわけでもないですし、リアルでもないということで、ここは0点になります。はい、次に第3問がですね、なんと違反した時の点数の問題になっていまして、飛行禁止区域での飛行等を1回行って違反点数が11点でした。その結果、第三者が軽傷を負った。個別事情プラス2と。合計点数が13点に対して課される技能証明への行政処分はどれかということで、13点という点数に対して、1年というのは、ロジカルに合ってるか合ってないかって言ったら、合ってはいるんですね。ただ、リアルにこの問題出ますかねっていうのは結構微妙なところだと思います。そもそも、これ計算問題っていう風にチャット GPT 君はカテゴライズしてるんですけど、問い2ですでに計算問題1回出ちゃってるので、2回計算問題を出せとは誰も言ってないんですね。そういう意味で、なんていうんですかね、指示と異なる出題みたいな話なんですけど、点数計算が本質なのではなくて、実際に教則の中でですね、点数に関するところを出してみますと、こんな感じでね、確かに、行政処分に関する基準というのが増えまして、どんな行為を行ったかによって、運転免許証と同じように減点されていて、それに点数の合計によってですね、処分がだんだん重くなっていくわけですね。下に行けば行くほど。どんな行為をやれば NG なのかっていうのを聞くのが本質だと思うんですよね。点数を計算してっていう風にはきっとならないと思うので、リアルな試験問題かっていうとそうではないかなと思います。ちょっと判定的に微妙なのでね、若干正直言って主観が入っているかもしれないんですが、リアルではないと。ロジカルには正しいという風に判断させていただきました。はい。まず、チャット GPT O3 の検索モードの時の採点としては、そんなわけで正しい設問が2、リアルな設問としては1点、それ以外は0点ということで、合計5ポイントとなりました。はい。次に、チャット GPT O3 のファイル添付をしたらどうなったかって話ですね。プロンプトは全く同じです。で、実際見てみましょうね。まず、第1問。水平定常飛行を維持するときの、飛行速度を計算するものなんですけれども、確かに結論から言うとこれ合ってるんですよ。で、揚力の公式がありますので、これを元に出すわけなんですが、要は高度が上がったことで、空気密度が下がってるわけですよね。0.74 になっちゃった。で、かつ、重量が2倍になったらっていう話なんですけど、この比例の関係を利用して計算すると。詳細を説明し出すと長くなるんですけど、この2倍になったっていうのと0.74ですね。これを、
割って、平方根出して1.63倍で、今のスピードにかけると、24.4メートルパーセックですね。出さないと、要は固定翼の無人航空機が水平飛行を維持できないよという話ですね。はい。これは実際にある公式というか、教則に書いてある公式を使って普通に解けるものではあるので、変形しないといけないんですけど、解ける問題ですので、ロジカルな問題でもあるし、リアルでもあるということです。はい、次、問いの2番ですね。無人航空機に関する規則ということで、いわゆる一物件30メーター未満での飛行に関する問いなんですけど、結局この問題のポイントは、第三者とか第三者の物件ってこれ何なんだっていう定義が分かってないと正しく解けないもので、結論から言うと、この登山道を歩く全然無関係のハイカーから25メーター横を飛行すると35メーター割った状態で飛行するということで、A ということで、これも合ってはいまして、第三者とは飛行に、直接関与もしてないし、間接的に関与してる。今からドローン飛ばしますよ、気をつけてくださいねってこう言われて、関係者として、見なされている人たち、間接関与者として見なされている人たちはもうすでに第三者ではないわけですね。それ以外の、例えば映画撮影スタッフでドローン使いますよって言われた人の上を飛ぶのは第三者じゃないですし、保有車両、自分が持ってる、操縦者が持ってる車両の上ってもう第三者の物件ではないですし、無人のところは第三者自体がいないということで、これは A ということで合ってますね。ロジカルにも正しいですし、実際にありそうな問題ですね。分かってないと解けない問題です。はい、次、第3問いきまして、カテゴリー3の飛行の許可承認申請時に必ず求められる事項はどれかということで、答えはリスク分析結果を反映した飛行マニュアルを作成し遵守すると。これが正しいですね。ADS-B 送信機とか飛行映像をリアルタイム配信。これ新しいですね。YouTuber、航空管制機関に俺の飛んでる映像を見てくれみたいな送ってどうすんだって感じですし、合計路全域2名以上の目視監視員を配置する。必ず求めているわけではないですね。そもそも目視監視員がいなくても有人飛行地帯を飛ばせるっていうことなので、ここではA が正しいと。ロジカルには正しいですが、リアルかなっていうと、これは違うっしょみたいなのが入ってるので、リアルとは言い難いですね。という採点基準でございます。そしてこのリスク管理の話は、第4版になって追加された内容ですので、最新の内容も含んでいるということです。はい、採点結果です。O3 添付は、形式は合ってない。相変わらず A、B、C、D 形式になってますけど、設問は3問とも正しかったですし、1個ちょっとリアルじゃないのが入ってたのが惜しいが、引っ掛け設問、第三者の定義が分かってないと解けない引っ掛け問題があったのと、あと、最新情報がきちんと盛り込まれていたので、合計10点ということで、O1 とちょっと違った強みではあるが、ほぼ同等という結論になりました。さすがね、O1 の後継だなということで、ここは安定と信頼の O3、3と言いたいんですけど、検索させた方が優秀かなと思ったんですけど、意外にボロボロでしたね。なんかね、バッテリーの計算を模擬試験に入れてきてるサイトでもあるのかしらっていうので、だいたい検索の方がいいと思ってたんだけど、実際には悪かったというオチでございます。はい、次はチャット GPT O4 ミニですね。はいじゃない方のミニなので、軽くやろうかなと思ったんですけど、これはね、なかなか成績が結論から言うと思いのほか良かったです。模擬試験問題全部で3問ありまして、まずカテゴリー3飛行に該当するのはどれかということで、正解は
人口集中地区の上空を目視外夜間で高度80メーター立ち入り管理措置を講じずに飛行すると。はい。人口集中地区の上空ですのでね。はい。立ち入り管理措置もなしということで、正解は B は B です。ただ、この VLOS とか、ビジュアルラインオブサイトとか、このカッコで書かれている VLOS、ビジュアルラインオブサイトと B、ビヨンドビジュアルラインオブサイトのこの2つはですね、アメリカでの表現は確かにこれで合ってるんですけれども、無人航空機の教則にはこういう表現では入ってないんですよね。残念ながら。ですので、ロジカルには正しいんだけど、リアルではないとさせていただきました。次、2問目。これは第一フレネルゾーンの半径を求める公式をもとに実際のフレネルゾーン半径ですね、求めなさいということで、結論としては A であってはいます。運用周波数 5.7GHz 帯っていうのがね、そんな周波数帯で問題出すかね。だいたいね、この運用周波数って、試験問題上は 2.4 ギガ帯で出すんですよね。なので、まあ、別に間違いではないですね。計算問題、一応事前に検算してみたんですけど、1.6 が正しいは正しいです。リアルか、難しいですけど、こういう問題、別に試験問題で 2.4GHz 帯って必ず出しますって歌ってるわけではないので、リアルではあるっていうことにさせていただきました。次、問題3。飛行原理と飛行性能ということですね。先ほどの O3 の時と同じように、今回やたらとこの高度が上がって空気密度が下がると回転角速度であったりとか揚力とかがどうなるかっていう類の問題がやったら多かったです。結論としてはこの回転角速度を 5% 増加させるで合ってましたので、ロジカルにも正しいし、リアルでもあるということですね。採点結果です。形式は相変わらず A、B、C、D なので、これは0点ですが、正しい設問3問ともでしたし、リアルな設問が VLOS ですね。ビジュアルラインオブサイトとか入ってなければよかったんですけど、そこは惜しくも減点。引っ掛けと最新はなかったので、結論としては8点ということになりました。この中では悪くはないが、というところですね。O3 右範囲の方が良かったかなっていう感じはします。で、O3 よりはちょっとやっぱり下がるかなというところです。はい、引き続きやっていきたいと思います。O4 右ハイなんですけれども、どうもね、この O4 右ハイは挙動の不安定さが結構目立ちまして、検索ボタンを押す、添付しないでやってみたんですけど、最初1回エラーになってしまって、2回目ですね。試行時間がね、23秒ということで結構早めだったんだよな。エージェント的な動きをするようになったということで、でもこのね、これ一体何のためにやってんのかがよくわからなくて、複数のファイルを読み込んで、だんだんアタッチしていくってことなんですかね。なんかここが、なんだっていうことで結構謎でですね。で、設問を3つ考えてくれましたと。はい、1問目ですね。航空関係の放棄っていうことで、地上からの高さが150メーターを超えて飛行させる場合に必要となる手続きはどれかっていうことで、結論としては飛行許可の取得であってはいるんですけど、全体的に選択肢のちょっとね、やる気がないっていうか、実際の試験問題ってもっと選択肢が長いんですよね。一行丸々に近い複数の要素を含めて選択肢に書いてきて、A、B、C どれだっけって迷わせるというのがパターンなので、あっさりしすぎなので、論理的には、この中だと飛行許可の取得っていうことで合っ
ってはいるんですけど、リアルじゃないよねっていうふうに判断させていただきました。はい、次、2問目ですね。オクルージョン前線って何なのさっていう話なんですけど、一応ですね、停滞前線のことをオクルージョン前線って言うんですかっていうことは、パープレクシティ AI さんに聞いてみたんですよね。そうすると、停滞前線のことはステーショナリーフロント。閉塞前線のことはオクルーディットフロントということで、停滞前線と、なんか、オクルディットフロントが、こうなんか、妙に混じっちゃってるんですよね。問題としてはね。はい。ですので、そもそも説問としてはロジカルじゃないです。で、リアルでもないということで、ここは0点0点とさせていただきました。なんかね、この右背景のね、ステム分野、つまり、まあ、科学技術、計算系ですね。に強いモデルで、この手の文章を扱うことをやらせると、途端にね、なんか失敗するんだよねってことで、まあ、用途と AI モデルが若干違ってる、無理があるっていうことなのかもしれませんが、言うて、計算問題は出ますので、まあ、そういう意味、計算問題に関してはね、やっぱりね、O3 ミニとか O3、O4 ミニとかね、そっち系列の方が強いはずなんですよね。はい。ということで、第3問いってみたいと思います。これも出ましたねってことで、もうこれは多くを語る前、バッテリーの容量計算ってことで、そもそもロジカルじゃないし、リアルでもないということで、これはもう0点0点ですね。はい。採点結果も非常に振るわずということで、合計3点となりました。はい。次がですね、添付した場合の O4 ミニハイの結果を見ていきたいと思います。1問目。カテゴリー3飛行を行うために必要な無人航空機操縦者技能証明の飛行方法の限定として正しいものを選びなさいということなんですが、まあ、選択肢がまた1、2、3、4とかね、4つあるし、数字になっちゃってるっていうので、形式としてはダメです。この選択肢がね、いかにもちょっとそれっぽいんですよ。一等無人航空機操縦士、中間飛行、目視飛行、目視内飛行、限定解除なしが正しいとしてるんですけど、カテゴリー3飛行を行うために必要な飛行方法ということで、そもそもね、限定変更のこの昼間と目視内飛行ですね。これ自体は結局どういう限定変更をしたかしてないかによって同じ一等無人航空機操縦士であっても飛ばせる範囲や条件に限定期間の差が出てくるっていうことですね。なので、ちょっとこの選択肢で正解とするのは違うかなと。あとですね、どうもね、O4 右ハイはちょっと未完成さが目立つなということで、例えばこういうところに HTML のタグが思いっきり見えちゃってたりするんですよね。さっきは一回ハングしちゃったしね、どうもいまいち感があります。それでは2問目いってみましょう。2問目はですね、まあこれも何回も出てきてるんで、詳細は省略しますけれども、回転角速度の問題になります。結論としては1.08倍で合ってますし、まあそれほどめちゃめちゃ難しい計算でもないので、ここは OK かなというので、ロジカルにも正しいですし、リアルな出題でもありますということで、ここは両方ともポイントをゲットということですね。はい、次、3問目。やっぱね、なんかこの辺にタグがね、出てきてるのがちょっと気になるんだけどね。はい、3問目です。次のうち飛行予定地域や周辺施設の調査に含まれない事項はどれかということで、これ面白いね。D、電波塔の送信出力。なるほど。まあ、確かにね、この中だと、まあ、環境であったりとか、まあ、歩行者、自動車の通行状況であったりとかね、
そういうものを、まあ普通は調べるので、消去法で言うと、電波塔の送信出力は、まああんま関係ないといえば関係ないんですけど、まあ電波塔の送信出力が高ければ、もしかすると影響を受けるかもしれないです。やっぱこれはないね。電波塔の送信出力が、まあ、全く無関係ではないですよね。あんまり試験問題に出てこないリアリティはないですけど、確かにね、送信出力高いと、その近くを飛行させた時にどうしても影響を受ける可能性があるので、そういう意味だと、ここは調査しても叱るべきかなという気がします。なので、まあ、ロジカルでもないということですかね。はい。O4 右範囲の添付した場合の採点結果です。形式は違います。正しい設問、リアルな設問はそれぞれ1問ずつしか合ってないですし、引っ掛けはないし、最新情報なしということで、やっぱり検索と同等の3点ということで、あまり振るわず。ステム系の計算にはね、計算問題はね、回転角速度の問題は合ってたんですけど、文章の出題が結構メロメロでしたね、ということでした。意外にも、はいじゃない方の O4 右の方が良かったかなということで、どうもね、ここは O4 右はい君は調整不足感が否めないですね。ちなみに O3 右はいの方が結果は良くて実は9点ゲットしていましたので、どうしたチャット GPT という結論に終わりました。